ボンジュー、メググです。今日はパリで一番危険と言われているギャルドノード北駅をご紹介します。ここは正面入り口です。作りもとても綺麗で広々としていて、観光客の人も多く、一見するとあまり危険を感じないのですが、この駅にはとてもスリやひったくり犯罪が多発していて危険な駅です。今日はこの駅の中を皆さんにお見せしたいと思います。ちょうどあそこを歩いている女性の団体グループはスリのグループと思われます。特にこの駅に用事もなくいそうなこういうグループはスリグループなので気をつけてください。今は正面入り口を目の前にして右手側にあるサイドの小さな入り口の方に向かっています。ここからはたくさん大きな駅なのでバスが出ていたりタクシーステーションもあって、本当にとても観光客の人が多い駅です。この駅からユーロスターかなに乗ってイギリスに行ったりもできるとても大きな駅です。こちら駅の右側に向かって右側にある小さな入り口の方までやってきました。さっきの大きな入り口に比べてちょっと余計に治安の悪さが目立つような感じです。違法にタバコを売ってる人がいたりとか、ここで何をしているんだろうっていう感じの人たちがうろちょろしていたりします。スーツケースを持っていると運んであげるよという感じでスーツケースに手をかけてくる人もいるのですが、そのまま持って行かれてしまうことなどもあるので気をつけてください。絶対に自分の荷物は人に渡さないように。喧嘩してる。ここでは喧嘩してますね。殴り合いとかにならなければいいけど、ちょっとここ通るの嫌だけど入れない。ここから中に入ります。pour YouTube なんか怒られたびっくりした、怖かったよこの人が怒ってるの撮っちゃダメなのね。気持ちを切り替えて隣で怒っている人いますが、じゃーん、今日は12月27日でフランスではクリスマスムードまだ残っていて、お正月までこんな感じでクリスマスイルミネーションがいろいろな駅に残っています。ちょっとイギリス行きの電車などがある方にも行ってみましょう。人多いですね。フランスでは今日かな昨日かな、もうコロナの感染者10万人くらいいたりするのですが、パリはすごく賑やかです。こんな感じで駅のところどころにチケットを買う場所があります。これは時刻表、たくさんの種類の時刻表あるのでちょっと見間違えないように気をつけてください。後ろの喧嘩がエスカレートしてきてちょっと怖いので奥の方に行きたいと思います。自動販売機もありますよ。カードで買えるんだ。でもちょっと怖いな。出るかも運次第な感じ。自動販売機、駅内では常にマスクを着用してください。着用していないと罰金ですということと、長距離移動の電車に乗るときには衛生パスが必要ですというアナウンスが流れています。ここにはイギリスのマークがありますね。ここがユーロスターの入り口に行けるエスカレーターです。ちょっと上に行ってみようか。ロンドン行きの電車、この人もスリなので気をつけてくださいね。子供抱えてた人。これはユーロスターに乗る時の5ステップが分かりやすく書いてあります。これいいですね。で、ここがすぐにもう乗り口になっています。これが乗り口です。わあ、ここも綺麗。フランスなのにイギリス国旗があって
いいですね。なんかヨーロッパ感がありますね。こうしてヨーロッパは陸がつながっているので、こうやって電車で他の国に行くことができます。上から見るとこんな感じになっています。わー、すごい人。わー、ちょうど電車が着いたようですごい人が流れ込んできます。わー、すごく広いでしょ。いろいろな電車がここから出発します。日本のように改札があるわけではないので、駅間があまりなくて、どこからが乗り口ってちょっと心配になっちゃう方もいるのですが、こうやって乗り口の番号が書いていて、時刻表にはこの何番線っていうのかなから乗ってくださいっていうのが出ているので、迷った時にはこの番号を目印に乗り口を探してください。そして改札の代わりにフランスの電車、高速鉄道などに乗るときにはこういう風にホームの前にチケットに自分でこうマークをする、こういう黄色い機械が置いてあるので、必ず紙のチケットの場合にはここに入れてマークをしてください。そうじゃないと、電車に乗っているときに駅員さんが来たとき、このマークがないとチケットを持っていても罰金になってしまうので注意してください。もうちょっと奥まで行ってみようか。タクシー乗り場も分かりやすいですね。タクシー乗り場、空港もなのですが、タクシー乗り場以外にもタクシーって呼び込みをしている人もいるのですが、そうではなくて必ずちゃんと正規のタクシー乗り場からタクシーに乗ることをお勧めします。この赤い電車、これはアムステルダムまで行ける電車です。かっこいい。この青い電車はフランスのクレイユの方まで行ける電車です。常にスーツケースを盗まれないように注意してください。自分のスーツケースは必ず自分で守ってくださいっていう音声案内が流れています。本当にこの駅、ちょっと目を離すと盗まれてしまったりとか、気を抜くとひったくりにもあってしまうので、あまりそういう感じはしないのですが、気をつけて移動もしてください。今度はメトロの乗り口の方に行ってみたいと思います。どの入り口から入ってもこういう風に上の方にある何番ゲートとかメトロのマークとかをたどっていくと、そこに着くことができます。この駅からはシャルル・ド・ゴール空港まで RER-B 線で1本で行くことができます。はい、メトロや RER の改札の方まで来ました。ここはショッピングモールのようになっていて、いろいろなお店が入っています。今いるのは地上からまっすぐ入ってきた0階です。上に行けるエスカレーター、そしてマイナス1階マイナス2階があります。ちょっとこっちの通路を渡って下からまた登っていきたいと思います。さっきいたこの上のところからここをぐーっと渡って、こうして地下1階のホールまで降りてきました。ここからは左に行くとここですね、シャルル・ド・ゴール空港まで行ける RER-E 線や RER-D 線、そしてまっすぐ行くと RER-E 線、右側にはメトロ4番線5番線に行くことができます。ちょうどパリのメトロ地図があったのでちょっとご説明します。これがパリ全体のメトロの地図で、パリ中心地オペラ座があるのが、この駅、ここですね。そして今いるのがギャルドノード北駅、この駅です。そしてシャルル・ド・ゴール空港に行く場合には B 線に乗ってこういう風に行きます。それでは地下2階行ってみましょう。すごく綺麗じゃなく撮れることで有名なフランスの証明写真です。誰か撮ってるね。改札のところにはちっちゃいコンビニのようなものもあったりします。ジュースとかお菓子とか新聞とか売っています。はい、B 線に行ける改札入ります。
私はナビゴを持っているので、これでタッチして入ります。じゃん。自動でもたまに自動改札も壊れていることがあるので、そんな時には力ずくで開けましょう。下りのエスカレーターないの？このスーツケースのお姉さん困ってますね。こういうところフランスだと思う。ちょっと助けてあげる。人助けした、嬉しい空港に行きたかったんだってやっぱり空港に行ったりとかする人、大きいスーツケースを持っていると、今みたいにパリの駅にはこんな大きい駅、空港まで直通の電車が通っている駅でもエスカレーターとかエレベーターがなかったりとか壊れていることがたくさんあるので、ちょっと力に自信がない方はメトロとか電車での移動は結構きついかもしれません。ですがフランスでは必ずと言っていいほど周りに人がいれば助けてくれるので、助けてって言ってメトロや電車に挑戦するのもいいかもしれません。私がいれば助けますよ地下2階のホールまで降りてきました。ここにはメトロ、電車のホームに降りられるエスカレーターや階段があります。この青い B 線43番のところを下に降りていくと、シャルル・ド・ゴール空港まで行ける電車のホームがあります。ちょっと降りてみましょう。今ここに見えているのが時刻表、後ろにはお店もあって、ちょっとこういうところは日本に似てるなって思います。でこの時刻表とても分かりやすくて、アエロポート、エアポート、 CDG シャルル・ド・ゴール1、2両方止まります。必ず空港行きはターミナル1、2両方止まるので安心して乗ってください。ホームにもこんな感じで行き先が表示されている掲示板があります。この掲示板にはこれから行く駅が表示されます。で今「明け」って書いてあるのがちょうどホーム、明けがホームなので、ホームに電車が着きましたという表示です。これからみんなが乗り込みます。気をつけなければいけないのは、この同じ乗り口の B 線なのですが、2種類あって、シャルル・ド・ゴール空港行きと、もう一つは空港に行かない線も同じこのホームから出ています。なので必ずアエロポート CDG って書いてある電車に乗り込んでください。そしてこの階にはいろいろなお店が入っています。お店巡りをしてみましょう。まずは下着屋さん綺麗だねウタム結構好き。フランスの下着は日本と違うおしゃれがあっていいと思います。お隣はセリオ、カジュアルな男性のお洋服屋さんです。ジェニファーかな。奥にはファーマシー、薬局やセフォラ、サンマリーナ、マンゴー、カメイ、ホール多いね。クロワッサンが焼きたてです。ちょっと小腹が空いた時にかじりながら電車を待つのもいいと思います。ジェフ・ドゥ・ブルージュチョコレート屋さん、かわいいサンタクロースのチョコレートを売っています。カップ付きのチョコレートもあってとても可愛らしいです。こんな感じで量り売りでチョコを買ったりとか、1個単位で小さなチョコを選んで箱詰めにしてもらえたりします。キュートエマ、アムステルダムのブランド、日本でいう100均ダイソーのような感じのお店です。もちろん1ユーロでは買えませんが、フランスにしてはとってもお安いお値段で、いろいろなもの、文房具から食べ物、食器まで幅広く揃っているお店です。ナフナフどっちだろう。私はナフナフって呼んでるけどナナかも。とっても女の子らしいデザインのお洋服屋さんです。
フランスのデザインってちょっと奇抜だったりとか日本人の趣味と違うのですが、このお店は結構日本人女性受けもしそうなカジュアルなお洋服とかも売っていて、お値段もそんなに高くないので結構おすすめです。お、トイレ発見。パリのメトロや電車にはトイレがついていないことがほとんどなのですが、こういう大きな駅にはトイレがあったりします。ですがお金を入れないと入れないので注意してください。ここは1ユーロが必要です。本当に1ユーロないと絶対に入れてもらえないので、足りない時にはちょっと10セント貸してなんていう会話が聞けたりします。外国らしいでしょ。かわいいワンちゃん。こうしてメトロや電車も一緒に乗れるのがいいところだなって思います。はい、真ん中あたりまでやってきました。この駅とても広くてまだまだ奥の奥の方まであるのですが、こうして一旦改札に入っても途中にたくさん他の改札があって、本当にとても複雑で迷子になりやすいので、もしも時間が決まっている電車などに乗るときにはちょっと予定時間よりも早めに来て自分の乗り口を見つけておくのがおすすめです。目の前にセキュリティの人たち歩いています。駅の中は危険なので、こうしてセキュリティの人や軍隊の人、警察官などが常に巡回して回ってくれています。はい、今ずっとこの先の方を散策してきましたが、ちょっと戻ってきて今度はメトロの方の入り口に入ってみたいと思います。ここから入るとメトロ4番線5番線のホームに行くことができます。ここは5番線の入り口です。ここから乗るとプラスドイタリーの方に行けて、もう一つ向こう側にも5番線があって、そっちから乗ると逆の方向に走るメトロに乗ることができます。さっき一番最初に入ってきたキラキラしていた広いホームの真下のところに今います。ここをずっと歩いていくとメトロ4番線があります。駅内はとても広いのですが、こうしてところどころに4番線はこっちだよとか、行きたい駅の表示があるのでとても分かりやすいとは思います。ホームに到着します。この電車は日本のような自動で開き閉めする電車のドアの電車ですが、いろんなタイプがあります。自動でも日本のように人がドアの間にいても思いっきり容赦なく閉まってしまうので、挟まれないように飛び込み乗車には注意してください。ここから乗ると飲みの市で有名なクリニャンクールの方まで行くことができるようです。駅の中にはたくさん監視カメラが設置されていて、こうして監視カメラでちゃんと見張ってプロテクトをしていますよっていう風に表示されています。それではちょっと一旦一番最初の入り口のところまで戻ろうと思います。あそこの改札から出て戻ろうか。それにしても本当にすごい人だと思う。私も今しっかり携帯リングに指をかけて守っていますが、本当にこの駅人の多さもですが観光客の人がとても多いので、スリには本当に気をつけてください。ふわって感じで手に携帯を持って電話をしていたりとか写真を撮っていたりすると、そのまま手からスポッて取られて持っていかれちゃったりするので、携帯を持って歩くときにはしっかり握って持ってください。ではこのエスカレーターにしようかに乗って上に戻りたいと思います。列に着くのも一苦労。登っています。着くよ。着いた。はい、さっきの出口出たいですが、また改札を通らないといけません。ちょっと複雑でしょ。
したよ。あ、こういうお洋服、赤と紺のお洋服の人は駅員さんです。かっこいいユニフォームだなっていつも思います。おー、前にはミニーちゃんとミッキーちゃんのお耳をつけた子もいて、ディズニーランドに行ってきたのかな。見て見て、さっぱりガンダムのゴールドラークフランス語版の漫画が壁一面に貼られてる面白い。フランス語で喋ってますよ。ちょっとおしゃれでしょ。わー、かっこいい。はい、この先はじめに駅の中に入ってきた入り口があります。このキラキラのところ、はい、戻ってきました。最初にやっていた喧嘩もどうやら無事収まったようです。よかった。今日はパリで一番危険と言われている北駅ギャル・ドゥ・ノードの中をご紹介しました。見ていてもあまり危険な感じなかったかもしれませんが、本当に駅内にも外にもたくさんの犯罪者というかスリの人、ひったくりの人あふれているので、この駅でなくても駅の中や外付近を歩くときには十分にお気をつけください。そして観光客の人、スーツケースなどを持っているとさらに狙われやすくなるので、さらに気をつけて移動するようにしてください。それでは今日も最後までご視聴ありがとうございました。これからもフランス情報をお伝えしていきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。